ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はフォワードシャトゥというアンティークマーケットへご一緒しましょう。動画の締めくくりには購入品の紹介もあります。どうぞ最後までリラックスしてお楽しみください。フォワードシャトゥ、これは年に2回パリ郊外で開かれるアンティークマーケットです。このチャンネルでは以前にも何度かこれを紹介してきました。シャトゥという町のセーヌの中州、印象派の島と呼ばれるところを舞台にした大規模なアンティークマーケットです。これまで私は最初の週末に出かけていくことが多かったんですが、今回はウィークデーに行ってみることにしました。マーケットの開始は朝10時。そのくらいの時間に現地に到着するように私はパリを出発しました。シャトゥまでは郊外列車 RER の A 線で行きます。私はいつもの通りロイユ・マルメゾンで降りました。駅の前の通りにミニトレインがやってきました。運転手のムッシュ、確か前回もこの方でした。今日は本当に気持ちのいいお天気です。パリの喧騒を抜けて郊外へ。そしてこのミニトレインに乗ると、まるで子供の時の遠足のような気持ちになります。さあ、いよいよ会場が見えてきました。平日だとこんな風にほとんど並ばずに入場できますね。入り口を入ってすぐのスタンドがすでにとっても魅力的に見えます。中に入ってみましょう。これは19世紀の制作と書いてあります。セットで120ユーロ。上品な感じですね。これはデルフト焼きなんですって。18世紀の制作。デルフト焼きでこの緑色の彩色ってとっても珍しいような気がしました。ディスプレイにさりげなく梨とかリンゴが使われていて、本当にセンスがいいなと思います。テキスタイルのコレクションも良いご趣味ですね。こちらのスタンドはいつも本当に賑わっているんです。けれども今日はゆっくりと品物を見ることができそうです。このお皿、案外重みがあります。このガラスのオブジェ、とっても
繊細だと思いませんか？この絵画とラビエのお皿をセットにして展示するセンスが素敵ですよね。これらの器にはトリュフ入りのフォアグラと書いてあります。この方がスタンドのマダム・オードレーさん。フランス中央部ドルドーニュ地方を拠点としていて、普段はインスタグラムやネットで販売をしていらっしゃるそうです。ダリアと先ほどのエレガントなバラもお客様が庭の花を持ってきてくれたんだそうです。この一角もまるでインテリア雑誌のページを飾れるくらいのプレゼンテーションだと思いませんか？そうそう、ここにはいつもお買い得のお皿のシリーズがあるんですよね。リセ・ミシュレって書いてあるのかしら。ということは高校で使われていた食器ということでしょうか。これとってもインパクトがあると思いませんか？これそもそもインドで作られて使われていたもので、フランスにはおそらく20世紀初めに渡ってきたのではないかと、このスタンドのムッシュが説明してくれました。飾り棚のようなんですが、この棚そのものが見物ですよね。こちらのスタンドもまたいつも本当に素敵だなぁと私が惚れ惚れしてしまう場所です。これ素敵だと思いませんか？スタンドのダニエルさんが説明をしてくださいました。この辺りはフランス、特にパリで制作されたものが多いようです。私がさっき素敵だなと思ったセーブル焼き、それはしかも革命の頃に制作されたものなんだそうです。 RF フランス共和国と示してあることでそれがわかるんだそうです。お値段は900ユーロだそうです。この左側の大ぶりのカップはホットチョコレートのためのものだったそうです。かつてチョコレートはお薬という認識をされていて、非常に貴重なものとして飲まれていた様子。しかもこちらにもう一つあるということはペアで揃っている貴重品って言えるかもしれませんね。一つが
450ユーロだそうです。こちらの品々はマイセン。私はこの取っ手の縁のところが素敵だなと思いました。Vous avez la marque à point, c'est entre 1774 et 1784. 見てください。このマイセンの器たち。細かい花の細工に目を見張ります。これらは何かを飲むためのものというより、飾っておくためのものですよね。洗うことなど考えたらちょっと怖いくらいです。そしてこちらはリモージュ。まるで柳細工のようですよねとダニエルさんが言います。まさにおっしゃる通り。本当に見事なものですね。これはナポレオン3世時代、19世紀のものだそうです。その頃パリにはたくさん窯元があったそうですが、大気汚染の原因になるということで、ほとんどの窯はパリから別の場所へ移されました。当時の熱源は木材でしたから、それらが近くに十分にあるところへというのも移転の理由だったそうです。ダニエルさんはこのフォワールに27年間も出店しているんですって。そしてパリの中心部パレ・ロワイヤルの近くにもブティックを持っていらっしゃいます。今回私はこのスタンドにとても惹かれました。中に入ってみましょう。これらの品々、皆さん何だと思います？織物を制作する時の下絵なんです。タペスリーで有名なフランスの町オービュソンの下絵を扱っているそうです。オービュソンのタピスリーは確かユネスコの世界無形遺産に登録されていたのではないかしら。このスタンドのマダムシャンタルさんが織物について説明してくれました。Modèle, donc ce sont des peintres qui font le modèle. Le modèle sera placé sous la chaîne du métier à tisser. Donc il est à échelle 1. Et celui qui tisse, il va tisser en écartant les fils de chaîne et il monte sur ses couleurs. Voilà. Ça c'est un siège, il y a marqué siège, fauteuil, numéro 3. Ah oui. Siège aussi. Hein, toujours les fauteuils. C'est beau aussi. C'est beau ça. C'est beau, c'est pas beau ça. 染色品が好きな私としてはいつかきっとオービソンへシャンタルさんを訪ねたいなと思いました。あら、このランプがなかなか可愛らしいじゃないですか。そうそう、このスタンドはとっても上等なものを展示していて、まるでフランスの有名なシャトーの中を訪れたような気分がするなと前回も思ったところです。こちらのスタンドの姉妹スタンドっていうんでしょうか、マーケットの中にもう一箇所あるんですよね。そちらの方も覗いてみましょう。こんな素敵な出迎え方をされました。このムッシュはアンティークのエキスパートの方で、
このスタンドのオーナーさんたちと懇意にしてらっしゃる様子です。赤ワインを片手にこの椅子に腰掛けていらっしゃいました。見事な天蓋付きのベッド、素晴らしいお品ですよね。18世紀のものだそうで、ずいぶん時間をかけて修復したんですって。さらに驚いたことに、これはもうすでに売却済み。実際ここに眠る方がいらっしゃるんですね。このスタンド、まさにマリー・アントワネットの世界ですよね。このスタンドもなかなか魅力的。動物をテーマにした水差しとかカップ、これもまた素晴らしいですよね。ここにも動物発見。しかもこのクマさんたち、日本の北海道の名産品ですよね。そうこうしている間にゴリラが運ばれていきました。きっと売れたんですね。こちらのカゴ類もなかなか魅力的だなと思ってお値段を聞いてみましたら、こちらそれからこれも60ユーロとおっしゃっていました。こちらもまた私がいつも惹かれるスタンドなんです。本当に絵になるディスプレイなんですよね。この方がスタンドのマダムキャロリーヌさん。彼女のスタンドでの今年の売れ筋はテア・ドゥ・フェアというタイプの食器、そしてジアン。今回は特にジアンがとってもよく売れているそうです。Ça c'est géant. C'est géant. Très bien. Et aussi comme modèle qui plaît beaucoup en rose, c'est géant aussi et ça c'est le modèle orchidée. Très joli. Ah oui. Par exemple ça coûte combien? Le légumier, ça coûte 50 €. Très bien. Wow. Oui. Voilà, orchidée. Wow, orchidée géant.
これ何かしらと思って私気になってキャロリーヌさんに尋ねてみると、昔の鏡の枠として作られていたものらしいんですが、それを彼女はこのように焼き物の一部を中に入れてクリエーションしてるんだそうです。Des petits tableaux. Ah des oui, petits, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. J'en avais fait pas mal et Oui, voilà oui. ce qui me reste. Ah oui, c'est ça. Merci. Arigato. お昼時になると良い匂いが漂ってきます。じゃあ何を食べようかしらと思って歩いていたら、誰かが私を呼んでいるような気がしました。そして振り向くと、このお二人がいらっしゃいました。このチャンネルの視聴者のイタリア人カップルでした。私の姿を見て、きっとそうなんじゃないかしらと思って声をかけてくださったんです。彼らはインスタグラムでフリーマーケットを紹介しているそうで、イタリアの魅力的なフリーマーケット情報も教えてくださったので、いつか訪れることができるといいなと私の夢が膨らみました。私はこのクレープスタンドでお昼ご飯にしたいと思います。平日は食べ物のスタンドもとても空いていて選びたい放題です。このクレープ、今日のお夕飯はいらないかなと思うくらいボリューミーでした。けれども私の興味はこれでは終わらなくて、今回ぜひトライしようと思ったものがありました。ココナッツミルクのアイスクリームなんです。昔ながらの方法で作られているアイスクリーム。以前からとっても気になっていたんですが、寒い時期だとちょっと食べる気にならなかったんですね。でも今日のような日なら美味しくいただけそう。甘さ控えめ、とってもナチュラルな感じのアイスクリーム。ものすごく満足感がありました。おやおや、これはもしかして。そうでした。あのレストランラセールのキャセロール。私がレストランでいただいたものとは絵柄が違っていますね。いろいろな種類があるみたいで、それがまた面白そうです。心もお腹も満ち足りたところで、朝と同じミニトレイに乗って帰りましょう。駅までの道中、乗り合わせた人たちとそれぞれのお宝を見せ合ったりしました。さて、私は何を購入したでしょうか。それは家に帰ってからのお楽しみといたしましょう。今回の私の購入品はこれなんです。どうでしょう。当たった方いらっしゃいましたでしょうか。なんとも夢々しいランプ。これに私は一目惚れしました。この花のモチーフにとっても惹かれてしまったのは、おそらくその前にあのマイセンの優雅なカップを見ていたからに違いありません。しかも私はこのランプの形そのものに親しみを覚えているんです。去年の秋のシャトゥ
で購入したこのランプとぜひ一緒にしたかったんです。まるで親子のようなというかカップルのような2つのランプ。今回の購入品は20ユーロ。去年のランプの購入価格は25ユーロでした。これを2つ一緒に並べてみて、改めて自己満足に浸っております。今回のアンティークマーケットから連れ帰ってきたものがもう一つあります。こちらです。最初のスタンドで心惹かれたハンカチーフ。それが縁あって私のもとにやってきました。さて、最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。アンティークマーケット散策はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらどうぞ高評価をお願いいたします。またチャンネル登録をまだされていない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントがいつも本当に励みになっております。どうもありがとうございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。アビアント。